皆さんこんにちは。動画冒頭の自己紹介文がなかなか思い浮かばず悩んでいるメイドのリコです。少し前から最初の文章を毎回変えていっているんですよ。他にも少し変えていっている部分があります。BGM なんかね。意図的に BGM は作品ごとに変えるようにしたので、あ、この作品はこういう感じなのね。というのがわかりやすくなったかも。そんな感じで本日も頑張って漫画レビューをしていきましょう。いい意味なのか悪い意味なのか判断がつかないのですが、作品へのハードルというのでしょうか、そんな感じのものが下がってきている気がしています。ですので、私がレビューする作品を読んだことのある方がいて、こういう部分言い忘れてるよみたいなのがありましたら、ぜひお教え願えると幸いです。では、今回ご紹介する作品はこちら。即死チートが最強すぎて、異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、アルファオメガです。小説版にはなかったのですが、アルファオメガって何でしょうね。最初から最後までやるよという現れでしょうか。これがわからない。冒頭部分は気持ち悪さはありましたが、読んでみるとそこまで不快感はなく、結構面白いんじゃないと思いました。差し引きして普通の作品ですかね。それでは大まかなあらすじを説明していこうと思います。これよりネタバレが含まれますので、嫌な方はチャンネル登録をしてブラウザバックしてくださいね。いいですね。始めますよ。では、即死チートのあらすじはこちらです。修学旅行中、トンネルを抜けるとそこは異世界。クラス丸ごと異世界転移だ。大賢者の孫と名乗る女性が、ギフトと呼ばれるものを生徒全員に強制インストールさせます。インストールに失敗した人たちはバス内に置いてけぼりにされ、ドラゴンの標的にされてしまいます。ここで登場したるは主人公、高藤夜霧。主人公もギフトはもらえていなかったが、もともと持っていた能力を使ってドラゴンを即死。ついでに置き去りにされた同級生を生奴隷にするため、バスへ戻ってきた同級生たちも即死。この世界は2度目だという同級生からアイテムなどを奪い取り、近くの町へ行きます。アットマークでしか会話ができない現地人の門番は、主人公たちが日本語を話しているとわかると、日本語で話しかけてきました。なぜか日本人がたくさん異世界転移してくるようで、日本語を喋れる現地人に色々とお話を聞き、強盗に襲われるも、主人公の能力で即死。という感じで、相手を即死させる能力をなぜか持っている主人公が、どうにか元の世界に戻ろうとする物語です。まあ、なんていうか、あれですね。オレツ AAK の最上級版です。死ね。と念じるだけで殺せちゃいます。不意打ちをすれば勝てるんじゃないとも思うかもしれませんが、殺意を感じることができるようで、その殺意を出した本人に即死の能力を使えるようです。殺意を出さないで殺すことのできる人、もしくは大規模な自然災害以外では殺せなさそうです。そんな能力を持っているので、オレツ AA もの好きであっても、バトルが見たかったり、手持ちのスキルで試行錯誤する姿を見たい人は合わないと思います。ただただ主人公が何の躊躇もなく無慈悲に人を即死させていく姿を見たい人にはおすすめでしょうね。なかなか狭そうなジャンルですね。それでですね、冒頭で言った気持ち悪いという部分ですが、主人公が能力を使うきっかけとなったのが、メインヒロインのおっぱいが腕に触れたからなんですよ。ドラゴンがすぐそこにいるという危機的状況にもかかわらず、ドラゴンを見てこのまま死のうと覚悟したほどに使おうとしなかった能力なんですよ。ということは、死よりも同級生のおっぱいの方が重要度は高いんです。どういうこと？今まで封印してきた能力を解放するにしては明らかにおかしいよね。あなたの優先度は一体どうなってるの？って思うんです。生存よりもおっぱいの方が価値が上なのが、一般メイドの私には到底理解の追いつかない行動で、気持ち悪くて仕方がなかったです。
リアル感が全然ない感じ。いや、地球上で即死能力なんてものを持っている時点で、もともとリアル感はないんですけれど、このバグっぽく見せている感じが、私の中では盛大に滑ってて面白くないし苦痛でした。ドラゴンを見て、恐怖よりも、ドラゴンカーセックスだ。とかいう、強者にのみ許された余裕なのか、ただの強靭なのかわからないですが、どっちにしてもダサい茶番を見せられるのも大変苦痛でした。でも、こんなつまらないことをしているのは最初くらいで、あとは結構真面目なんですよ。だから、作者がこの主人公をどういう性格にしたいのかが見えてこないんです。まるで隠しダンジョンみたいだ。考えられるとしたらあれかな。簡単に生命を刈り取れるから、人の生命の重みすら羽毛よりも軽いものだと思ってしまっている頭ぶっ飛んでいる人、という設定なのかな。だから、ドラゴン倒した後にモンハンしだすんですね。また異常者主人公ですか。きっつい。そしてこの特殊能力、使うと睡魔に襲われるようなんです。そして、授業中いつも寝ている。バス車内でも、異世界転移して、みんながワーキャーやっている最中も寝ていたんです。ここから導き出される答えって、この主人公は一体どんな裏の仕事をしていたんでしょうね。クワバラ。正直、最初のゴッサムな気持ち悪いノリとテンションさえ乗り切ったら、あとは普通な感じでした。やたらめったら即死能力を使うんじゃなくて、一定の基準を設けているし、目的もしっかりしていますし、一巻を読んだ限り、そこまで悪い作品じゃないな、と思いました。まあ、基準を設けている、と言っても、某回復術師の、復讐の美学、程度の基準ですけれど、ないよりはマシですよね。でも、人を殺すのに全く躊躇がないところを見ると、現実世界では何人もやってしまっているんでしょう。そういう過去も、今後出てくるかもしれないですね。どうしてこんな能力を手に入れたのか、今までどんな生活をしてきたのか。私、気になります。見るからに地雷集がしていましたが、少し続きが見たくなった作品です。これ以上わけのわからない能力。例えば、殺す対象が生命以外もできるとか、そんなのが出てこなければきっと大丈夫。今の段階でも、人体の一部を殺す、といういまいち理解のできないことをしていましたけれど、殺す、という概念がマッハでゲシュタルト崩壊しちゃいます。本当にただただ、主人公無敵、という感じの作品ですので、あまり頭を使いたくない時に見るとすごく楽しいかもです。それに、命を軽視するガグが好きであれば、最初の部分も全く違和感ないでしょうから、始終楽しめますよ。この冒頭部分は人によりけり、ですからね。普通に読める良い作品でしたので、気になる方はぜひ読んでみてください。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。